皆さんこんにちは。今回はメタファーリファンタジーを80時間プレイして1周目にできたこととそのポイントについて解説していきます。ネタバレしかありませんのでご注意ください。隠できた項目は王の資質全マックス、支援者全マックス、主人公のアーキタイプ全取得、ミッション全攻略。10月13日に完了し13日残して取得済み。いくつかミスもあったので最短ではもっと短くできたと思う。各取得方法についての優先順とするべきことを解説。スケジュール。基本的な考え方として昼と夜の2コマをどう利用するか。ダンジョンに行くと昼と夜の2コマ利用してしまう。なので同じダンジョンに何度も行くのは避けたいところ。人と会うや演説するなどは1コマ使う。いかに無駄を少なく支援者や王の資質を上げられかが重要。優先するべきこととやらなくて良いことを説明していきます。新しい町に到着後は各施設お店のマップ埋めとクエスト依頼を全て受けること。ダンジョン攻略途中の町にお使いの依頼もあり、その依頼を受け損ねると2度手間で再取得に1コマ無駄遣いしてしまう。2日間かかるダンジョンだと4コマ消費してしまうので要注意。依頼を受けたのを確認して、基本メインミッションは初日に一度の訪問で終わらせる。一度行ってみて難しければロードしてやり直して他の依頼を受けてレベル上げを言ってからメインダンジョンに挑む。他行動としては凱旋者の選択や掃除についてはやらなくても良いレベル。各町である時間経過行動を全種類やろうとすると全コンプは難しいと思う。各時間帯ですることが何かわからないときは支援者の交付開放が最優先。昼、夜時間帯固定で進捗あるキャラクターや王の資質レベルで開放される等もあり、優先してあげていきたいのはマリアとククルス。マリアは獲得経験値が上がるのと料理が時間経過なしで作れる。アロンゾはバフでバフ系を覚えるのでスキル継承用にフェイカーは覚えさせたいところ。想像力レベル2で依頼を解放するため古城の町マルティラの前までに凱旋者移動中等で想像力を上げておきたい。凱旋者で上げれるパーティーメンバーについては優先度低め。ただキャラの進捗により凱旋者の移動中か町中で進展するかというのがあるので、進展止まったキャラについては三角でガリかに確認する。この確認も癖をつけること。その町にいるキャラ、先ほどのキャラみたいなものを優先に行う。ニューラスはアイテム獲得後の移動中の夜で進められるのでその時で十分。ニューラスが話をしたそうと出ることがあるけど他にあげれそうな人がいれば焦ってあげる必要はない。後半参加するメンバー2人については1から始まるので進めれる日は優先度を上げて行う必要がある。モアについてはアーキタイプの進捗に関わるので単純にレベル上げを行うことと途中の課題でワードンのレベル3で解放されるジェネラルが必要になるのでここまでは早めに解放しても良いかも。今作はペルソナ5みたいに好感度を一定数上げないと進めれないというわけではなさそう。クリア時に獲得できる MAG がキャラごとに違ったので選択肢の違いは最後の獲得 MAG に影響が出てるみたい。詳細は調べてないから不明。ご存知の方いたらコメントで教えてね。関係性を上げていく中で王の資質のレベル条件も付与されます。各資質の中で勇気については討伐依頼や闘技場で上昇させることができるので他の行動、バンジージャンプとで意識してあげる必要性は低い。ただバンジージャンプはトロフィー要件だから3回するとトロフィーもらえます。他は読書を中心に上げていくのがおすすめ。1冊3回で最後はボーナスがつくので良い。本の中に見識上昇がなかったので取り忘れたかも。なので凱旋者の中では支援者の進捗が最優先で誰もいなければ読書をするのが良い。料理も時間消費なしで作れるまで後回し。個人的には最後に残ったのが見識。見識はストーリー進捗と新たなマップ開放で伸ばすことができますがそれだけではマックスにならず景色を見るで上げることができるのでグライハーベンの眺めで4上げることが可能。夜の時間で開くことが増えてきたら演説を優先的に行う。相手がいる場合は2種類説得力と想像力の上昇があるので
こちらがおすすめ。相手がいなくても説得力上昇はできるので良い。レベル上げ。今作は過去のペルソナシリーズと違い、ダンジョン内でも MP の回復がしやすい仕様になっているので、主人公をマジシャンにしながらダンジョン周回するのがおすすめ。難易度も下げることで獲得できる量も増える。私の場合はダンジョン攻略まではノーマルで、ボス討伐後のレベル上げをビギナーに下げていってました。ただ過度なレベル上げはアクションゲーになってしまうので注意が必要。上位的キャラを同格あるいは格下に表示できる程度で十分だとは思う。難易度をビギナーにするとノーマルの約 1.5 倍の MAG と AEXP が獲得できる。周回しながらのレベル上げについては英雄の紅葉が99個になることがあり獲得損を起こすので、誰の何のアーキタイプを上昇させるかを確認してあらかじめ変更しておくや使用してから始めると良い。あと細かい小ネタ、セーブデータ16個しかない。動画編集しながら以前の確認したくてもできないことが多々ある。使い方としては新しい街で自由行動初日にセーブしてダンジョン行く前、ダンジョン攻略中、攻略後で分けていくのが良いと思う。また次の新しい街に着いたら古い街のダンジョン行く前から消していき、各街の初日を残していくと良いと思う。2周目に向けて料理で作れるアイテムを量産。ラストダンジョンクリア後は街で料理に必要なものの一部が購入可能になります。ここで大量に購入して凱旋車をスライドをさせながら料理をする。アーキタイプのレベル上げ。キャラのレベルは引き継ぎないけどアーキタイプのレベルは引き継ぎあるから、それを上げてから2周目最高難易度で回りたいと思う。これもラストダンジョンに良いレベル上げの場所があるので、ここをひたすら戦い続けるのが良い。ただノーマルでもクリアきつかったからクリアできる気がしてないけど、1周目ハードでクリアできてる人をほんと尊敬する。プレイしての感想。ペルソナシリーズの集大成ともいえる今作。プレイしていてまるで旅する小説を読んでいるような気分で没入感が良い。移動中の街の絵やナレーションの言い回しが良いよね。過去シリーズ経験済みの方や見た目が良いなとかも気になる方はぜひ体験版から始めてみても良いと思う。政治や宗教、人種の話もあるし、選挙も近いし考えさせられることも多かったね。今後完全版が出るのかやシリーズ化されるのか、ペルソナ6が出るのかどうかも注目していきたいね。この動画が良いなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。要望あればまた攻略の詳細動画上げていきたいと思います。